んにちは。終着駅って良いですよね。これくらいの砂利で列車って止まれるんでしょうか。今日はこれから渦潮に乗って徳島へ向かいます。早速乗車しました。この運用では2700系が充当されているようです。シューシューうなる機動車を期待していましたが、振り子の車両に当たりました。振り子車両の割には広い車内ですね。乗車したのは渦潮19号徳島駅です。渦潮は岡山発着だったこともあるようですが、現在は高松徳島間の輸送に徹しています。高松と徳島の間は 74km 離れており、だいたい1時間で両都市間を結んでいます。運行頻度は毎時1本で結構高頻度の運行ですね。渦潮が運行する高徳線はだいたい毎時3本程度汽車が出ています。徳島まで直通する普通列車は5時間に1本出ていますが、都市間連絡としてはあまり実用的ではありませんね。あと15分くらいで発車するみたいですが、うどん1杯食べるくらいの時間はあったかもしれませんね。そういえば高松駅って駅そばでうどんとかありそうですがないんですよね。話によると2021年に廃業になったそうです。名古屋はきしめんがあるのでちょっともったいない気がします。ぼやーっとしていたら出発したみたいです。高松駅って2番線が切り欠きホームなんですね。2番線の普通列車に乗る人がたくさん歩いていたのですが、特急に乗る人かと思って正直焦りました。自由席だと座席が争奪戦になることもあるのでちょっとヒヤッとしましたね。この切り欠きホームは投炭式ホームと単編成車両という高松駅の特徴をうまく活用していると思います。利用者としては歩く距離が長くなるのでちょっと不便ですが、運用面だけで見ればうまいと思います。この時間は予算線のマリンライナーも同時発車みたいで、反対側では2階建ての特徴的な車両と並走する様子を眺めることができます。いろいろな路線が集結するターミナル駅らしい出発風景ですね。高徳線もしばらくは予算線と並走していますが、一気に東に向けてカーブします。この列車は2700系で振り子車両ですが、カーブが楽しいのは振り子列車の醍醐味ですよね。まだスピードもそこそこなので傾きも微妙ですが、そのうちアクロバティックな傾きで私を楽しませてくれることと思います。この2700系は JR 四国を代表する振り子列車2000系の代替となる車両で、もともと2000系が担当していた足摺り、南風、四万十などの特急の置き換えが進められました。もともとの計画では空気バネ制御の2600系が2000系を置き換える予定だったようですが、土山線の急カーブは空気バネ制御では乗り切れなかったようで、振り子制御の2700系が急遽開発されたようです。とはいえ土山線と比べてカーブが少なく距離も短い高徳線でなら2600系も使えるみたいで、この路線で乗車することができるのは乗り得とも言えるのでしょうか。かくいう私も2600系に乗れないかなと思っていましたが、高松駅に止まっている黄緑のラインを見て、ああこいつかとなったのは内緒です。エンジンブレーキのうなり声と減速の音を聞きながら列車は栗林駅に向けて減速中です。この辺りは高松市街地なのであまり景色としては楽しさはないかもしれません。いつも乗っていれば日々の変化を見つけるなどの楽しみ方がありそうですが、一見さんの観光客にはただの市街地にしか見えませんね。栗林駅周辺はまだまだ高松の市街地なので、これくらいで景色が変わってしまうと、うわ小さな町だなで終わってしまいますが、同じ景色が広がっているということは同じ経済を共有する人々がいるんだなと感じられ、町の大きさを感じられるんですよね。さて栗林駅を出発して少しずつ高松の市街地から離れていきます。建物の高さが4階以上のビルから2階程度のアパートくらいになってきて、ちょっと田舎になってきたかなと感じるのがこの辺りかと思います。遠くには屋島かと思いますが、独特な香川らしい山の風景が見えていますね。頂上が平らな山は香川辺りではよく見かけますが、同じ四国でも徳島などでは見られませんね。香川県と徳島県の間には中央構造線が走っているので、地質的に香川だけ独立しているのかもしれませんね。とか言っていたら屋島駅までやってきました。まだ高松市なんですが、ここって乗り降り多いんでしょうか。比較的短距離の特急が頻繁に止まっていると少し気になってしまいます。列車は志戸駅を出発するところです。志戸駅は讃岐市の中心といった駅ですが、私鉄電車も通っており、
まだまだ高松の延長線といった雰囲気です。都市名は変わりますが、こうして市街地が続いているのは都会だなと感じるばかりです。列車はオレンジタウン駅を通過するところです。開発に失敗したニュータウンとよく揶揄されますが、渦潮号は一部列車が停車するみたいなので、それなりに利用者がいるということでしょうか。あまり柑橘の産地ではない香川県でオレンジとは大きく出た名前ですね。ちょっと海が見え隠れする区間になりました。この辺りには津田の松原という県立公園があるそうです。この区間はぼやぼやしていると体感5秒なので構えておく必要がありますね。もう少し進むと列車は三本松駅に停車します。三本松駅を出て少しすると列車は峠越え区間に入ります。この峠は大阪峠と呼ばれ、香川と徳島の県境です。山越え区間としては徳島県側の方が長いですが、いかにも県境の人跡まばらな区間という感じです。県境の長いトンネルとはいきませんが、こうしてトンネルを越えていくと違う街に向かっている感じが高まりますね。山を降りてきて列車は板野駅に停車するところです。遠くの山の形から香川とは違う雰囲気を感じますね。天気は相変わらずどんよりですが、同じ四国でも山の形がこれほど違うのは驚きです。特急停車駅なので、この地区では大きい駅なのでしょうね。高徳線としても徳島の端にあたる駅で、当駅折り返しの列車もいくつかあるみたいです。列車は鳴門線との分岐駅池の谷を発車するところです。鳴門といえば鳴門海峡ですが、大鳴門橋を介した関西との連絡は高速バスなので、鳴門線は盲腸線の地位に甘んじています。淡路島からの四国アクセスでは徳島の方が近いんですね。鉄道が神戸から淡路島、四国とつながっていたら、徳島の方が町が栄えていた可能性もあるのでしょうか。さて、景色は緑の畑が広がっていますが、何やら大きな葉っぱが目立つようになりました。この辺りはレンコン畑が広がっているみたいです。時期にはレンコンの花も咲き、レンコンに浮かぶような列車が見られる写真スポットらしいですね。徳島県はレンコンの生産量全国ベスト3に入る一大生産地だそうです。少しする途中くらいの川を渡ります。昔はここが四国三郎と言われる吉野川の本流だったそうです。少し広い河川敷が当時の面影を残しているような気がしますね。もう少し進むと現在の吉野川を渡ります。暴れ川の異名を持つ吉野川ですが、度重なる治水工事によって広い川幅に改修され、現在は穏やかな流れを見せるにとどまっていますね。吉野川は高知県の四国山地に始まり、讃岐山地を削って徳島の中石平野を形成し、194km を流れて紀伊水道に注いでいます。川幅は最大 2380m で日本第2位の大きさです。この川を渡る鉄道橋も 949m と長く、 JR 四国としては最長のトラス橋だそうです。最長の橋ではないのは海峡を渡る瀬戸大橋がいるからですね。そういえば吉野川って大昔は瀬戸内海に注いでいたそうですね。讃岐山地が隆起したことで流路が変わったとか、四国は地質的に面白い地形がたくさんあるみたいです。吉野川を越えて徳島の市街地に入ってきましたね。線路も高架になってきて、いよいよ県庁所在地にやってきたという実感が湧きます。徳島駅に着く前に佐古駅で徳島線と合流します。徳島線は佐古駅から佃駅を結ぶ路線で、徳島発着の特急列車剣山が走っています。阿波池田駅で乗り継げば高知方面へもスムーズに移動できますが、ちょっと不便に感じるのは私だけでしょうか。気づいたら地上に降りてきてもうすぐ徳島駅です。徳島駅には運転所があるので、だんだん構内が広がっていくのが楽しいですね。徳島県内は電化率 0% なので、所属する車両はもちろん気動車です。徳島駅は高徳線と牟岐線の紀州店駅ですが、運用上鳴門線と徳島線の列車も発着するターミナルです。こうして広い構内を見ているとターミナルらしさがありますが、駅自体は2面4線の途中駅です。駅ビルも立派ですが、構内もなかなか立派に見えます。ハリボテ駅と言われる割には立派な構内だと思います。この列車は折り返し高松行きの渦潮として出発するそうなので、速やかに降りたいと思います。
到着したばかりですがお客さんが並んでいますね。慌ただしく次の発車の準備をしているのも見えます。忙しい特急なんですね。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。